アベプラで。2週間で会社を辞めてしまって、で、その後ベンチャー企業に行って、で、そこでも、2ヶ月で辞めて、ベンチャー企業で2週間で辞めたかなっていう人がいて、で、その人たちに対して、あと地方銀行を辞めて、で、その後、2社ぐらい辞めた後に、いくら面接行っても全然受かんなくて、50社面接に行って、で、ようやく今工場で働いてますっていう、2人のゲストが出る会があったんですけど、履歴書を見て採用するかどうかを会社の人事担当は決めるんですよ。なので、いくらめちゃくちゃ優秀でいい人だったとしても、すぐ辞めてるよねという履歴があると、取ったとしても辞めるかもしれないから、で、その人を採用したら、なんでこんなすぐ辞める人を採用したのって社員周りの人に言われるので、採用しないというのが起こりうるんですよ。で、面接まで行ったら、きちんと説明したら理解してもらえる理由があるかもしれないんですけど、人気の企業の場合って書類選考で決まるんですよ。書類選考で面接まで行く時間もったいないよね。辞めそうな人は取らない方がいいよね。っていうことになっちゃうんですよ。なので、辞めたい会社があったりとか、その会社が本当にひどかったから辞めるのはしょうがないよねっていう考え方あるんですけど、聞いたこともないような会社を2週間で辞めた場合は、この会社ブラックだったから辞めたんすって言えば、あ、そうなんだってなるんですけど、割と有名な大手企業を短い間で辞めたってなると、その大手企業が悪いのではなく、働いてたあなたの方が良くないのではないですかというふうに人は考えるんですよ。大手企業だったら、労働基準法もしっかり守ってるし、おかしなことも起きないよねというふうに人は思うので、なので銀行を辞めましたとかになると、いや、銀行が法律違反のパワハラとかセクハラとかするわけがないから、辞めた方に何か原因があるんじゃないかと思われるんですよ。実態とか真実がどうかの話ではないです。そう思われるかどうかっていう、他人がどう判断するかという話なんですよ。真実がどうかとか、あなたがどう感じましたかって話ではないんですよ。なので、会社員として生きていくのであれば、大手企業に入りましたというのであれば、それはどんな状況でもしがみついた方が、その後の人生にとっては得ですよという話を僕したんですよ。大手企業をやっぱ数ヶ月で辞めたってなると、じゃあうちみたいな企業に入ってもすぐ辞めちゃうよねって思われちゃうんですよ。起業しますとか、じゃあアイドルできていきますとか、インフルエンサーできていきますとかなればもうお好きにどうぞって話なんですけど、会社員として生きてきてますとなると、やっぱりその大手の企業に入った方が給料も高いし、キャリアも積みやすいんですよ。大手企業ダメですっていうので、中小企業に入って、で、キャリアを積んで大手企業に入り直すっていう中途採用パターンっていうのもあるんですけど、これすっごい難しいんですよ。たまたま取引先に大手企業があって、で、働きぶりを見てもらえて、あ、この人優秀だからうちの会社に来ないって誘われる場合というのであれば大手企業行けるんですけど、中小企業でそれなりに成果を上げたとして、大企業に中長で行きたいですって言ったとしても、中小企業での評価を客観的に説明することってすごく難しいんですよ。みんなが知ってるようなサービスとか作ってて、あれ、俺がやったんすって言えば、あ、そうなんだって聞いてすごいよねってなるんですけど、中小企業って基本的には聞いたことがないことやって、聞いたことがないような仕事をしてるので、あれ、俺がやったすげえ頑張ってめっちゃ成果上がったんすよとか、利益率3倍になったんすよって言われても、知らねえし、こいつ吹いてんじゃねえのって終わりなんですよ。客観的に証明する手段がないから。なので、中小企業に行ってる人はなかなか人生大変だよねっていう話になっちゃうんですけど、やっぱり大企業のが給料高いし、福利厚生もしっかりしてるので、大企業に行こうとすると、一回中小企業に行っちゃうと、やっぱりなかなか上上がるの難しいんですよ。なので、大企業にもし入れるのであれば、しがみついた方が、会社員人生をやるんだったらお得ですよっていうのは、そこで会社を辞めちゃった人にとってみたら、かわいそうできつい話かもしれないんですけど、ただ僕はそれを見ていて、今自分が辞めた方がいいのかな、辞めても大丈夫なのかなと思っている若手22歳の人たちにとって、辞めない方が絶対いいぞっていうのを伝えるというのが正しいと思ったんですよ。辞めちゃった超銀行の人とか、辞めちゃったコンカフェで働いてる人とかって、今更僕が何を言おうとその人の人生変わらないんですよ。なので僕が喋った相手というのは、それを見てる22歳の人たちなんですよね。で、ただ、その会社辛いんだったらなんとかなるよ、自分が大事だよとか、ワークライフバランス大事だよっていうのは、綺麗事としてあると思うんですけど、で、そういう優しい言葉って誰のために喋ってんのかって話で、優しい言葉を喋る人って、優しいと思われたいその人のために喋ってるんですよね。
あなたはそのまま生きててもいいし、あなたは間違ってないよっていうと、そういうことを言ってる人って優しいよね、いい人だよねってなるじゃないですか。興奮をやってる人に、もう会社員無理だよとか、第二新卒とかないからっていうのって、どちらかというときつい言葉を言って嫌われる人なんですよ。大丈夫だよ、なんとかなるよっていうのって甘い言葉なんですよね。実際そうじゃないから、現実。なので、甘い言葉に従って、例えばじゃあ、この会社に投資をしたらすごい儲かるから投資をしてください。10% の利回りがありますみたいなのも甘い言葉で、コーヒー一杯分のお金をずっと払い続けるだけで、この仮想通貨が変えて、長期的にはなんか億万長者になれるかもしれませんよ。みたいなのも甘い言葉で、甘い言葉と優しい言葉というのの境目が結構最近分からなくなってる人と、あえて混同させてる人は多いんじゃないかなと思うんですよね。優しい言葉と甘い言葉をごっちゃだと思ってる人がいて、でも甘い言葉と優しい言葉は違っていて、本来の優しい言葉というのは、良薬口に逃がし。表面上はきつい言葉に聞こえるんだけど、その人にとって得ではあるというのは、苦い苦しい言葉の方が本来はその人にとっていいんじゃない。良薬悪心だしね。はい。っていうことなんじゃないかなと思うんですけど、なので詐欺師はみんな優しいですよ。誘拐犯はどんな人だと思いますかっていうので、ジャージを着ているとか、ブルゾンをかぶってサングラスをかけてるとかって人は思いがちなんですけど、誘拐の成功率が高いのは、スーツを着ていて優しそうな見栄えの男性です。っていうので、詐欺師というのは真面目そうに見える方が良くて、優しい言葉をかける人が多い。否定の言葉を聞きたくない人っていうのがいるんですけど、否定の言葉を聞きたくない人に甘い言葉を言って喜ばせるというのは、その人の人生にとって本質的に良いことなのかというと、そうではないよねという話なんですけど、なかなか伝わらないですよね。はい。職場で定期的にある接待が本当に嫌で、精力さんなら会社の金ご飯食べれると思うかもしれませんが、プライベートの時間もいる、精神力もしてるし、何日空けときよと言われるのはストレスになりません。いいこと言われたら昼勤まで乗り越える方法を教えてください。多分、ちゃんと正式に断らないと永遠に誘われ続けますよ。なので、無理っす、嫌いっすっていうのをもう言っちゃってください。生理的に無理っすっていう。なんか友達のなんか何々のイベントでとか、親が病気でとかっていうのって言い訳をいっぱい作んなきゃいけないじゃないですか。でも別に仕事としてが本当に本質的に必要なのであれば、それはもうそういう仕事だから仕方ないよねってなるかもしれないですけど、そうじゃないのであれば、もうできないっす、できないっすっていうので、生理的にできないっすっていう、生理的にできないって、もう相手の人がアドバイスしようがないんですよ。なのでそこはもうできないっていうのを明確にさせちゃった方がむしろいいんじゃないかなと思うんですけど。あとこちら主導でそこに合わせちゃうと、結局飲み会接待しなきゃいけなくなっちゃうんですよ。なのでもう接待をしたくないんであれば、もう無理っす、無理っす、無理っすっていうので、交渉の余地を与えてしまうんですよ。なんか合理的な理由を言うと。合理的な理由を言うと、じゃあこれだったらどうあれだったらどうっていうので、割とその上司の人も多分悪気をなくアドバイスとして言ってきちゃうんですよ。でももう行きたくないのであれば、生理的に無理っすっていう、生理的にって言われると、もうなんかアドバイスのしようもないんですよ。無理なものは無理っていう態度にした方が多分ね、人生楽だと思うんですよね。日本人の多くの人って嫌われないようにしようっていうのが強いので、できないことでもなるべく自分が我慢するっていうのをやりがちなんですけど、僕が知る限り他の国の人って、いや無理はもう無理。それ仕事になってないから無理とか、法律家じゃないから無理。仕事の勤務時間が終わった後にこういうのがあるんだけど、あ、無理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 。用事あるから無理っていう。そういう契約じゃないから無理って言われちゃうと、あ、そうだよねってなるので、最初からそのなんか我慢をしてやっていくと、途中から断ると逆に嫌われるんですよ。昔はこれやってくれたのにあの人やってくれなくなったから最近なんかあの人良くないよねとか性格変わったよねとかって言われたんですけど、本人は最初から嫌だったのにギリギリ我慢していったにもかかわらず余計に悪く言われるってなるので、最初から無理って言った方がいいです。もうこういうの無理、無理。他のことないけどこれは無理って言うと、あ、これはできない人なんだ。でもこれをやってくれたから親切だよねとかになったりするので、なのでできないものというのは最初からできないっていうのをちゃんと伝えた方がコミュニケーションのためにもいいんじゃないかなと思いますけどね。後回しにしてしまうというのはあまりよろしくないんじゃないかなと。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。